初心者にもおすすめのモッドパック FTB オーシャンブロック2の攻略に役立つ15の Tips を紹介します。 FTB オーシャンブロック2では主に資源はスルースを使って入手していきますが、序盤にスルースから入手できるのはチャンクであり、それをクラスターにクラフトしてさらに加熱することで鉄やダイヤモンドを入手していきます。こういった資源の入手は完全に自動化しておきたいですが、序盤では自動クラフトの手段が限られています。運が良ければクレートからバックパックのコンパクティングアップグレードが入手できるので、それをバックパックにセットしてチャンクをクラスターに変換しましょう。もし入手できなかった場合は、インテグレイテッドダイナミクスを利用して自動クラフトを行います。クエストの説明では、クラフティングライターをクラフトのパターンの数だけ設置しなければならないと書かれていますが、バリアブルストアを利用すれば、一つのクラフティングライターだけで全てのパターンをクラフト可能です。まず、クラフティングインターフェースに各チャンクからクラスターにするレシピを登録しておきます。ワールドリーダーを設置してデイタイムを読み込むバリアブルカードを作成。そして、クラフトしたいクラスターのリストを作成し、その長さを取得します。デイタイムに対してリストの長さでモッドを取ってあげれば、リストのインデックスを取得できるバリアブルカードが作成できます。最後にそれを使ってリストからアイテムを取得してあげれば、マイティックごとにアイテムが切り替わるバリアブルカードが作成できます。このカードをクラフティングライターにセットすれば、たった一つのクラフティングライターで全てのクラスターがクラフトされます。スルースの処理で自動化が必要なものに水の運搬があります。最初はポンプで水を入れるのですが、手動で動かす必要があるので、資源が集まったらフロッパーに移行しましょう。ただ、フロッパーは上に無限水源が必要な上に速度が遅いので、さらに資源が集まってフルイットパイプまで作成できたら、スーパーファクトリーマネージャーのウォータータンクを使いましょう。ウォータータンクはパイプで搬出可能な上に、ウォータータンクをつなげていくと水の容量が2の累乗で増えていくので、かなりの速度で水を取得可能です。ネザーラック入手のために玄武岩を砕いてそれをスルースにかける処理をするのですが、玄武岩の入手についてクエストではブロックブレーカーとファンクショナルストレージのコレクターアップグレードを利用するように書かれています。しかし玄武岩に関しても丸石と同様にジェネレーターが存在するので、ジェネレーターのクラフトに必要な分の玄武岩が集まったらすぐに移行しましょう。序盤はエネルギーのリモート輸送の選択肢があまりありません。作成が簡単なものにテサラクトというモッドのブロックがあるので、こちらを利用しましょう。テサラクトは設置した後、運びたい種類、アイテム、液体、エネルギーを選択してチャンネルを作成します。あとは運びたい先にもテサラクトを設置してチャンネルを選択すれば簡単にリモート輸送ができます。鉱石の入手量を増やす方法について、ネザーラックのスルースにアップグレードする方法もありますが、既存のクラスターの処理で最後の処理を変えるだけで鉱石の入手量を2倍以上にすることができます。インゴット類に関してはエンダーイオのサグミリを利用すると雑草経由することになってしまいますが、入手量は3倍になります。ダイヤモンドやネザークォーツなどについては、メカニズムのスメルターやエンダーイオのアロイスメルターで処理すると、ダイヤモンドは2倍、ネザークォーツは4倍に生成量が増えます。機械間でのアイテムの輸送について、このモッドパックのメインで利用されるオリテックの機械は自動搬出の機能がありません。AE2 のシステムで自動化するときには搬出用のパイプを設置すると余計なスペースを利用してしまうので、トランスファーラベルを利用して搬出するようにするとスッキリとした見た目になります。トランスファーラベルはブロック間の隙間に設置できるアイテムで、1ブロック分のスペースも利用しない輸送手段です。貼り付けたラベルと同じラベルをアップグレードとしてセットすると、アイテムの搬出のペースや量を増やすことができます。重要なエンチャントとしてソウルバウンドというエンチャントがあります。このエンチャントがついているアイテムは力尽きてもドロップすることがないので、深海を潜るために装備には必ずつけておきたいです。クエストの報酬としては一つしかエンチャント本がもらえませんが、ビブリオクラフトレガシーのプリンティングテーブルを利用すれば簡単に複製できます。使い方は単純で、モードをクローンに変更し、本と複製したいエンチャント本をセットして、必要な経験値をクリックでセットしてあげればエンチャント本が複製されます。すべての装備やツール類にソウルバウンドを付与して深海に挑みましょう。深海に潜ることができるようになったら、まずノーテックのクリスタルを探すことになります。クエストにはノーティカルアイを利用して見つけるとありますが、最初の装備で到達できる160メートルよりも深い場所を示すことがよくあります。おすすめの探し方としては、まず海上からノーテックのオブジェクトを見つけます。このオブジェクトは海上から見える位置に生成されるので、見つけるのは難しくありません。さらにそのオブジェクトの周りが四角くなっているかを確認してください。四角になっていれば、ほぼ確実にその中にクリスタルがあります。海底の四角い地形はマップからも確認することができます。
グーのアップグレードやリフトの世界に行くためなど、クエストでアビッサルフラグメントを利用することがあります。トライアルスポナーからスポンするリフトの敵を倒すことで入手できるアイテムです。海中のこのような構造物にもスポナーはありますが、ここではボスのような巨大な敵がスポーンするため、戦闘に自信がない人はこちらの施設で戦いましょう。こちらでは小さい敵しかスポーンしません。また、レプリケーションのモッドを始めるための鉱石はここで入手することができます。アイテム複製に利用するモッド、レプリケーション。10日交換モッドのようなモッドですが、8つのマターバリューから構成できるものが決まるため、単純にマルチを集めるだけでは多くのアイテムは複製できません。マターバリューを集めるのにおすすめな方法は、モブファームからのアイテムと経験値を利用することです。ドロップのアイテムの中でクラフトされたものは、クラフト前のアイテムのバリューも持っているため、マターバリューの値が高くなっています。例えば、金のチェストプレートは金インゴット8個分の価値があります。モブのドロップには防具や弓などクラフトされたアイテムも多いので、これらをレプリケーションのシステムに自動で送るようにしましょう。さらに経験値を利用するとエンチャントの瓶が作成でき、こちらはプレシャスとメタリック以外のマターバリューを含んでいるので、モブファームだけで全てのバリューを貯めていくことができます。エンチャントの瓶についてはエンダー IO のタンクを利用することで自動クラフトができます。クエストを進めていくとリフトの世界を探索することになるのですが、リフトの世界は強い敵で溢れています。敵を倒すことは目的ではなく、クレートやタイムクリスタルを入手することが目的なので、できるだけ戦闘は避けましょう。その時に役に立つのがミッドナイトローブ、もしくはマインドフォグです。ミッドナイトローブはかなりの頻度でエアードロップから入手できるレリックで、一定以下の明るさの時に敵から気づかれづらくなるものです。リフトの世界は明るさがゼロの場所も多いので、気づかれずに行動することができます。ミッドナイトローブは入手した段階では能力は使えず、レベルを上げる必要がありますが、レリックは経験値が共有されるので、レイジグローブを装備してダミーターゲットを攻撃していればレベルは上がります。もう一つ同じような効果があるアイテムは、ジャストダイヤシングスのマインドフォグというアップグレードです。頭装備につけることができるアップグレードで敵に気づかれづらくなります。終盤のクエストではアフリットエッセンスを要求されます。このアイテムはオカルティズムのアイテムで、通常の手段で入手しようとすると、オカルティズムをかなり進める必要があります。リフトのクレートに高い確率で含まれるので、一度でもリフトに行けば入手できるとは思いますが、もし手に入らなかった場合は、ネザーにスポーナーが設置されているので、そちらで入手しましょう。マップで見ると、このような見た目の建造物です。ブレイズと一緒にスポーンするため、ジャストダイヤシングスの装備で炎ダメージを無効化して戦いましょう。このモッドパックで唯一大量のアイテムを要求されるクラフトで、アドバンスト AE のクワンタムコンピューターコアのクエストがあります。大量といっても、並列化していない自動クラフトのシステムでも許容できる程度の時間でクラフト可能なので、クラフトジョブだけ開始しておいて、その間に別のクエストを進めていても良いのですが、もしクラフトの時間を短くしたい場合は、レプリケーションを利用しましょう。クォンタムコンピューターコアの作成で時間がかかるのが256系ストレージコンポーネントの作成で、サーティスクォーツダストの生成、ガラスの精錬など、クラッシャーやスメルターの処理に時間がかかってしまいます。256系ストレージコンポーネントはレプリケーション可能で、中盤以降、モブファームを使ってマターバリューを自動で貯めるようにしていた場合、256系ストレージコンポーネントを複製だけで揃えるのに十分なマターバリューを貯めることができているはずです。もし全てを複製で作成できなくても、一部作成するだけでも、クラフトの時間をかなり削減することができます。モッドパックの最終章では、ボスを倒すクエストが3つあり、どのボスも強敵なので、十分な準備をして臨みたいです。回復手段としてエンチャントされた金のリンゴを用意しておきましょう。このモッドパックではリンゴとゴールドブロックでクラフト可能です。ゴールドを利用したくない、もしくはあまり数がないという場合はレプリケーションを利用しましょう。なぜかゴールドのメタリックのマターはエンチャントされた金のリンゴには引き継がれていないため、マターバリューの観点からすると複製した方が安く作成できます。プレシャスに関してはほとんど使い道のないエメラルドや大量生産が容易なサーティスクオースクリスタルをブロックにして分解するのがおすすめです。武器に関してはあまり選択肢はありませんが、エアードロップから入手できるミスティカルアグリカルチャーのアウェイクンドスプリミウムソードが近接では最も攻撃力が高いです。ストレングスオーギュメントについてはリフトのクレートから入手でき、セットすると攻撃力が50を超えます。遠距離での攻撃手段は AE2 のマターキャノンが強力です。簡単に作成することができ、金ナゲットを弾丸として利用し、アクセラレーションアップグレードをセットすると最大の威力を発揮することができます。設定の方法はセルワークベンチにマターキャノンをセットして金ナゲットでフィルターし、アップグレードの枠にすべてアクセラレーションのアップグレードをセットします。フィルターをセットした後は IO ポートなどを利用してマターキャノンに金ナゲットをセットしましょう。さらに
レリックのレイジグローブはかなり強力で、これと合わせると一発で100以上のダメージを与えることができるようになります。以上、FTB オーシャンブロック2の攻略に役立つ Tips でした。これらの Tips がプレイする際の参考になれば良いなと思います。参考になったという方がいたら、ぜひ高評価をお願いします。お疲れ様でした。